こんにちは、節野屋です。今日は AI データセンターの小さな基礎部品、MLCC から電源モジュールまで一気に見ます。シルカスナです。GPU だけを見ていると、電力と信号を支える層の名前がほどけてしまう。今日はそこを丁寧に預かります。モルガン・スタンレー由来とされる推定 BOM では、GB300NVL72 が約399万ドル、VR200NVL72 が約780万ドルとされています。主役はもちろん GPU と HBM。でも面白いのは、PCB がプラス 233%、MLCC がプラス 182% と、基礎部品もかなり伸びるところです。MLCC の金額比率は小さい。けれど、小さいことは重要でないという意味ではありません。故障すると高価な計算機全体が揺れます。つまりこれは GPU だけじゃなく電源品質インフラが本体という話です。ここ、かなり勝ち筋です。まずコンデンサの基本から、向かい合う2枚の金属板の間に絶縁体を置くと、電荷と電場を貯められます。これが電気を一瞬預かる部品です。MLCC は、この小さなコンデンサを何百、何千層も並列に重ねたものです。セラミック誘電体と内部電極を薄く積み、面積を稼ぎます。容量は、板の面積が大きいほど、板の距離が近いほど、誘電体が電場を抱えやすいほど増えます。だから薄膜化と多層化が効きます。つまり高性能 MLCC は、ただの粒ではありません。材料、小性、薄膜化、多層化、割れにくさまで詰めた、超小型の電場タンクです。現実の MLCC には、電気の摩擦みたいな ESR と、電流の通り道が小さなコイルっぽく振る舞う ESL があります。理想部品ではないんです。ESR は熱と損失を生み、ESL は速い電流変化を邪魔します。高周波では容量値よりも、どれだけ素早く電流を渡せるかが効きます。AI チップは待機、行列演算、HBM アクセス、GPU から通信を高速に切り替えます。その度に電流需要が暴れます。配線、基板、パッケージにはインダクタンスがあります。電流変化が速いほど、電圧の谷と山が深くなる。そこで MLCC がチップの近くに並びます。VRM から遠い一瞬を近くのコンデンサが受け持つ。これがデカップリングです。距離が長いほど、規制インダクタンスは増えます。だから、どこに置くかが性能になる。配置は部品の一部です。使われる場所は GPU パッケージ周辺、HBM 周辺、VRM 出力、ニック、光トランシーバー、基板の電源ラインです。AI データセンターでは GPU ラック全体が一台の巨大計算機みたいに動きます。だから電源ノイズも局所問題で終わりません。電源は、半導体人にとっては遠い設備ではなく、車体に近いそうです。揺れると、推論も通信も眠りも乱れる。まず村田製作所、MLCC の大手でありつつ、AI インフラでは PTN、つまりパワーデリバリーネットワーク全体を取りに行きます。MLCC、インダクター、EMI フィルター、電源モジュール、OCPK 電源、サーバー向け電池まで、総合力が強いです。太陽誘電は、MLCC への純度が高い会社として見やすい。高容量、小型、埋め込み型 MLCC が焦点になります。AI サーバーの電源ラインに近づくほど、低い SL で小型の部品が欲しくなります。埋め込み型はかなりわかりやすい方向です。PDK は MLCC だけではありません。磁性材料、薄膜インダクタ、トランス、EMC 部品、電池、ストレージ側にも触れています。特に光トランシーバ向けの薄膜インダクタみたいに、通信と電源の境界を支える部品が出てくるのが面白いです。次はコイルとインダクタ。コイルは導線を巻いた形。インダクタはその性質を部品として使う名前です。電流が流れると磁場ができます。電流を急に変えようとすると、磁場も急に変わります。その変化に逆らう電圧が生まれるので、インダクタは電流の急変をなだめます。高圧電源では、スイッチで電力を細かく刻み、インダクタが磁気エネルギーとして受け渡し、MLCC が電圧の波を回します。ここが電源の心臓部です。大電流では、磁性体が満杯になる方は、感染の抵抗である DCR、発熱、サイズが効きます。小型化は、磁場の置き場所を詰める戦いです。EMI フィルターは、電気的なノイズ防波堤です。高周波ノイズを通しにくくし、必要な電源や信号だけ通します。ノイズには、ディファレンシャルモードとコモンモードがあります。行き帰りの差なのか、同じ向きに漏れるのかが違います。セアイトビーズは高周波ノイズに抵抗っぽく効き、コモンモードチョークは同じ向きのノイズを強く抑えます。AI データセンターでは、大電流電源、高速サーデス、光モジュール、液冷ポンプが近くにいます。静かな境界を作らないと、互いに揺らす。次は電源モジュール。これは単なる箱ではなく、スイッチ、
制御 IC、インダクタ、MLCC、配線、高熱を一つの近い場所にまとめた電源回路です。AI ラックでは 40W で運び、負荷の近くで低電圧大電流へ落とします。遠くを大電流で発射せず、近くで一気に変える発想です。ここでインダクタは電流を滑らかにし、MLCC は瞬間の電圧落ちを受け止めます。ESR、ESL、BCR、熱まで、全部が応答速度を決めます。つまり電源モジュールは MLCC、インダクタ、EMI 対策、パワー半導体、実装設計の総合芸です。GPU だけじゃなく電源品質インフラが本体。ここです。高密度電源モジュール7倍高や MPS。村田も DCTC や TDN 提案で入り込みます。パワー半導体ではインフィニオン、テキサスインストゥルメンツ、ST マイクロエレクトロニクス、オンセミ、電源モジュールの中核を支えます。TSU やラック電源、パワーシェルフならデルタ、ライトーン、アークベル、クレックス、メルヒューズ、ラック単位になるほど重要です。受動部品側では村田、TDK、太陽誘電、MLCC、インダクタ、EMI フィルタ、トランスが電源を成立させます。BOM を見ると GPU とメモリが金額の主役です。これは揺るがない。でも周辺部品の伸び率は別の景色を見せます。PCB、AB、MLCC、電源、連脚はチップの下で密度を支えるそうです。単価ではなく制約を見る必要があります。AI ラックが高密度化すると電流は増え、電圧許容は狭くなり、信号は速くなり、熱は逃げにくくなります。その時、部品は安いほど良い、ではありません。安定稼働を守れる部品が必要になります。ここに高付加価値化があります。MLCC には C0G、X7R、X5R のような誘電体区分があります。安定性重視か、大容量重視かで使う場所が変わります。高誘電率系は、直流電圧がかかると実行容量が下がることがあります。カタログ容量をそのまま使えるとは限らない。さらに MLCC はセラミックなので、基板の極限や熱ストレスで割れることがあります。小さいけど、かなり繊細です。短絡故障なら電源ラインを落とす可能性があります。小さな部品の破断が、ラック全体の停止へ近づくこともある。配置で大事なのは、電流ループを小さくすることです。コンデンサを近くに置くだけでなく、帰り道も短くします。大容量、低い ESL、小容量を階層的に置くことで、広い周波数帯を受け持ちます。一つの部品だけでは足りない。BOM で PCB が大きく伸びるのも自然です。GPU、HBM、NV リンク、電源を詰め込むには、基板そのものが高密度化します。基板は、信号の道であり、電源の道であり、熱の逃げ道でもあります。役割を分けても、物理的には同じ場所に重なります。電源効率が少し落ちるだけで、熱になります。AI ラックではその熱を液冷やラック設計で逃がす必要があります。高密度化は、部品を近づけることです。近づけるほど電気的には良くなり、熱的には難しくなる。ここが設計の綱引きです。MLCC は単価が小さくても、必要数が多く、要求性能も上がります。量と質が同時に来る。ここが面白いところです。AI サーバー向けは、ただ数を収めるだけではありません。長時間負荷、温度、振動、保守性まで含めた採用品質が問われます。ただしこれは投資助言ではありません。BOM は推定で、実際の採用や価格、無止まり、供給契約で景色は変わります。名前をほどかずに見るなら、企業ごとに得意な層が違います。MLCC の純度、磁性、電源、システム統合を分けてみる。まとめます。MLCC は、電上にエネルギーを貯める小さなコンデンサを大量に重ねた部品です。GPU や HBM の近くで瞬間電流を支えます。コンデンサは電上に、インダクタは磁場にエネルギーを預けます。MLCC とコイルは、電圧と電流の揺れを別々の角度から抑えます。電源モジュールは、その2つを総合する場所です。スイッチング、インダクタ、MLCC、EMI、熱設計が一体になって、AI チップへ電力を渡します。村田は PDN 全体、太陽誘電は高級 MLCC の純度、TDK は磁性と周辺領域の広さ、それぞれ違う場所を支えます。AI データセンターの本当の伸びしろは GPU と HBM だけではありません。基板、電源、受動部品、ノイズ対策まで広がります。電力、メモリ、冷却、基板。これは遠い背景ではなく、計算するカー体の近くにあるそうです。もってとして、壊さず預かりたい。というわけで、MLCC と電源品質インフラ、完全に重要です。小さい部品を舐めるな。AI ラックはそこでも勝負です。